タケホダジャホー、ボストリドゥファファラオスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日は前回勉強した何々ガチと何々っぽい、この2つの文法を比べていきましょう。はい。では、復習からやります。忘れてしまった人は前の動画でチェックしてください。はい。じゃあ1つ目、何々ガチ。ポイント何でしたか？はい。ガチはマイナスの状態に使う文法でしたね。ですから何々が多くて、ちょっとその多いことが心配ですとか不満ですっていう気持ちを含む時によく使う文法でした。はい。で、よく何々しますと同じ意味ですから、この前の何々する回数が多い、たくさんです。とか、何々の傾向があります。はい、このよく何々します。多いです。それが心配です。と言いたいときによく使う文法です。はい、じゃあ2つ目、何々っぽい。これはどうでしたか？ポイントは。はい、これもよく何々します。さっきのガチと同じ意味なんですが、何々しやすい、よく何々するなど、人の性格を表す文法でしたね。なのでこの何々っぽいは性格を表すんですよ。ここが一番のポイントです。例えば忘れっぽい、よく忘れる性格。怒りっぽい、よく怒る性格。飽きっぽい、飽きる、よく飽きる性格。飽きやすい性格。はい、こういう性格を表すときに使う文法ですね。はい。で、このぽいは3つ用法があります。はい。なので使い方が3つありますから、今日は1つだけ人の性格を表す何々っぽい。なので他の2つの用法はまた別の動画で一緒に勉強しましょう。はい。では練習します。人は日々の小さな幸せを忘れがちだ。忘れっぽい。はい。じゃあこれはどちらが正しいと思いますか？はい。意味はどうでしょう？よく忘れますと同じ意味でしたね。はい。ですが、上は OK。ガチだ OK です。が、忘れっぽい。これは実は使ってはいけません。ちょっと変な日本語になります。じゃあどうしてダメだと思いますか？このぽいのポイントは何でしょう？はい。どちらもよく忘れますの意味ですが、このぽいは人の性格を表すときに使う文法でしたね。ですが、小さな幸せを忘れます。これは人の性格を表す表現ではないですよね。はい、忘れることが多いです。だけど、人の性格ではないので、性格を表すぽい。この文法は実はちょっと不自然になってしまいます。なので、この時は忘れがちだ。こっちの方が自然になりますから、ちょっと文章によってはチェンジができませんので気をつけてください。ポイントは、ぽいは人の性格を表すんですよ。はい、ここが一番のポイントです。はい。では、まとめていきましょう。何々ガチ、これは N3 ぐらいですね。何々っぽい、これも N3 から N2 レベルぐらいなんですが、どちらもよく使う表現です。はい、日常の生活でもよく使う表現です。はい。で、接続ですね。どちらも動詞の何形でしたか？マス形ですよね。マス形のマスを取って後ろにガチと何々っぽいをつけますが、ガチだけ名詞プラスガチで使えるものもあります。全部じゃないです。よく使うのは病気がち。はい、これでよく病気になりますと同じ意味ですね。この名詞プラスガチ使えるものもありますから覚えてください。はい。で、今度使用場面と対象ですが、これはちょっとカジュアルな日本語なので、ビジネスシーンではちょっとあまり使えないので、友達や家族と話している日常生活の中でよく使う文法です。はい。で、似ている文法ですね。皆さん、気味、聞いたことがありますか？何々気味、ちょっと最近風邪気味です。とかね。はい。このガチと気味、これも実はよく似ている文法ですから、また別の動画でこれも一緒に
勉強してみましょう。はい、ちょっと自分で勉強してみたい人はこれ一緒に比べてみてください。これも似ている文法です。はい、じゃあ次ポイントをまとめます。何々ガチのポイント何でしたか？1番、マイナスの状態に使います。この前のことが多いです。よくしますが、ちょっと心配です。多いですから心配です。不満です。などの気持ちを含んで使う場合が多いです。はい。で、2つ目、よく何々します。なので、何々する回数が多い、何々の傾向がある、たくさんです。よくします。と言いたいときに使う文法でした。はい。じゃあ今度何々っぽい。こっちはどうですか？こっちは何々しやすい、よく何々するなど人の性格を表す文法ですね。この性格というのが一番のポイントです。はい。で、忘れっぽい、よく忘れる性格です。怒りっぽい、よく怒る性格です。飽きっぽい、飽きやすい、よく飽きる性格ですよ。だいたい出てくるのはこの3つですね。はい、何でも使えるわけではなくて、人の性格を表す表現なので、使える言葉が決まっています。なので皆さん、この3つは必ず覚えてください。この3つを覚えてしまった方が簡単ですから、この3つよく出てくるんだなで覚えてください。はい、じゃあ今日は何々ガチと何々っぽいを比べる勉強でした。忘れてしまった人は前の動画でもチェックして自分で復習しておいてください。はい、じゃあ終わりましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。